お世話になっております。マサルです。今回はバーシュコマンドについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。KVM を管理するバーシュコマンドには様々なサブコマンドがあります。次のうち停止中の仮想マシンを起動するために使うサブコマンドはどれでしょうか？ 1. リブート 2. ブート 3. スタート 4. コンソール。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はこちら。3のスタートです。皆さん正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント。エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ。以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それではお話を始めていきます。今回はバーシュがテーマですが、その前に KVM とバーシュについてお話しするところから始めていきたいと思います。KVM とはカーネルベースドバーチャルマシーンの略です。カーネルベースという言葉に表されているように、Linux カーネルには仮想化をするための機能が組み込まれていて、その仮想化機能のことを KVM と言います。仮想化機能というと難しく聞こえますが、仮想化機能とはハードウェアの機能をソフトウェアによって実現する技術のことを言います。なので仮想化機能を使うと、物理的なコンピューターの中にソフトウェアを使って別のコンピューターを作ることができます。この時ソフトウェアを使って作られた仮想的なコンピューターのことを仮想マシンと言ったりもします。もしかしたらオラクルバーチャルボックスという仮想化ソフトを使ったことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、Linux カーネルには標準で仮想化機能が含まれているので、オラクルバーチャルボックスのような仮想化ソフトを使わずに仮想マシンを作る環境があるということですね。これはちょっとすごいですよね。ではちょっと整理しましょう。KVM とは Linux カーネルに標準で組み込まれている仮想化をするための機能で、仮想的に作られたコンピューターのことを仮想マシンと言います。それではここからバーシュの話に移っていきたいと思います。管理者はバーシュというコマンドを使って KVM や仮想マシンを操作します。代表的なバーシュコマンドを紹介します。仮想マシンを起動するコマンドはバーシュスタートコマンドで仮想マシンを指定します。仮想マシンを正常に終了させたい場合はバーシュシャットダウンコマンド。仮想マシンを再起動させたい場合はバーシュリブートコマンド。そして仮想マシンを一覧表示したい場合はバーシュリスト-オールコマンドを使います。まずは代表的なバーシュコマンドを紹介しました。いろいろバーシュコマンドはありますが、少しずつ覚えていきましょう。それでは次に KVM の主要構成要素についてお話しします。先ほど Linux カーネルは仮想化機能を持っているとお話ししましたが、一般的には KVM だけではなく、ここで紹介するような関連プログラムが必要です。というのも KVM はあくまでも仮想化機能を提供する土台のようなものです。QM や libvirt を使うことで仮想マシンを操作したり管理ができるようになります。それぞれの詳しい役割は今回割愛しますが、ここで覚えておいていただきたいことは、KVM というのは仮想化機能を提供する土台。実際には QM や libvirt を使うことで仮想マシンを操作したり管理しているということですね。今回の動画では、まずはここまで覚えておいてください。それでは、ここからは実際に KVM を使ってみたいと思います。やっぱり実際に使ってみるのが一番わかりやすいと思うので、デモをやっていきます。今回は私が使っている Alma Linux の環境で KVM を使っていきたいと思います。ちなみにこれからいろんなコマンドが出てきますが、覚える必要はありません。この動画ではなんとなくこんなことをやっているんだな、それぐらいの概要がわかれば大丈夫です。それでは始めていきましょう。まずはこちらのコマンドで KVM に必要な構成要素をインストールします。先ほど紹介した QM や libvirt の文字がありますよね。
KVM はあくまでも仮想環境の土台なので、それ以外のソフトウェアをインストールします。構成要素のインストールが完了したので、次は libvirt を使える状態にするためにこちらのコマンドを実行します。libvirt がアクティブになって使える状態になっていることが確認できました。次は仮想マシン用の OS として Alma Linux の iOS をダウンロードします。こちらのコマンドでダウンロードを実行します。Alma Linux のダウンロードが完了したので、次はダウンロードしてきた Alma Linux を仮想マシンにインストールするための仮想ディスクをこちらのコマンドで作成します。仮想ディスクの作成が完了しました。それでは次に仮想マシンを作成します。ここに書いているような条件で仮想マシンを作成します。ちなみに仮想マシンの名前は DemoVM という名前にしています。それでは仮想マシンを作成します。仮想マシンが作成できたら別のターミナルから仮想マシンに接続してみたいと思います。こちらのコマンドを使って仮想マシンに接続します。はい。このように仮想マシンに接続することができましたね。以上、KVM を体験していただきました。この後、先ほど紹介したバーシュコマンドを使って仮想マシンを制御したりすることができるようになります。ここでちょっとだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティに参加していただいて一緒に勉強しましょう。ご参加お待ちしています。それでは今回の復習です。今回の問題はこちらです。KVM を管理するバーシュコマンドには様々なサブコマンドがあります。次のうち停止中の仮想マシンを起動するために使うサブコマンドはどれでしょうか？ 1. リブート 2. ブート 3. スタート 4. コンソール。どれが正解でしょうか？正解はこちら。3のスタートですね。今回は最初に KVM とバーシュの関係からお話を始めました。KVM というのは Linux カーネルに標準で組み込まれている仮想化機能のことを言います。仮想化機能というと難しく感じますが、仮想化機能とはハードウェアの機能をソフトウェアによって実現する機能です。そして作られた仮想的なコンピュータのことを仮想マシンと言ったりもします。管理者はバーシュというコマンドを使って KVM や仮想マシンを操作します。代表的なバーシュコマンドは仮想マシンを起動するときにはバーシュスタート。仮想マシンを正常終了させたいときはバーシュシャットダウン。仮想マシンを再起動させたいときはバーシュリブート。仮想マシンを一覧表示したい場合はバーシュリスト-オール。このようなコマンドを使います。そして KVM の主要構成要素についてもお話ししました。KVM はあくまでも仮想化機能を提供する土台のようなものです。それ以外にも QM や libvirt を使うことで仮想マシンを操作したり管理することが一般的です。KVM はあくまでも仮想化機能を提供する土台。実際は QM や libvirt を使うことを覚えておきましょう。それでは今回はバーシュや KVM についてお話ししました。最後にお知らせです。私が書いた Linux 1冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習にお役立てください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。